邪気と心の瓶。ここは地球の暖かな光に包まれたすべての生命の始まりの場所。そこにふわふわと浮かぶ小さな命が誕生しました。その子の名前は邪気。ある日、邪気は地球から大切なお願いをされます。邪気、地球に住むみんなが最近少し苦しそうなんだ。みんなの胸の中にある心の瓶を愛のエネルギーでいっぱいに満たしてくれないかい？あそこにいる太陽の光の精プレマと一緒に行ってほしい。プレマの役目はみんなの心の瓶に愛のエネルギーを注ぐこと。そして邪気、君の役目はその瓶の蓋を開けるお手伝いだよ。わかった。僕がみんなの心の瓶の蓋を開けてプレマの愛をいっぱい届けるよ。森に住む生き物たちの心の瓶の蓋はとても柔らかでした。邪気がそっと触れるとパカッとすぐに開きます。そこにプレマの光をたっぷり注ぐと生き物たちの顔はパーッと明るくなり、キャッキャッと笑いながら元気になっていきました。その姿を見た邪気は目をキラキラ輝かせます。うわー、僕ちゃんと役に立ってる。こんなに素敵な仕事他にないよ。邪気は嬉しくて嬉しくて毎日歌を歌いながら森の中をふわふわと飛び回りました。そんなある日、邪気は遠くに大きな町を見つけました。そこはたくさんの窓が並ぶ人間たちの暮らすとてもにぎやかな町。けれどそこに住む人々はみんなどこか暗い顔をしていました。邪気は心を弾ませて言いました。よし、次は人間の番だ。僕が心の瓶の蓋を開けてみんなにプレマの光を届けてあげよう。ピッカピカのプレマの光を届けるため、邪気は勇気を出して人間たちの心の瓶に近づきました。ところが、ある男性の心の瓶の蓋に邪気が触れると、それはまるで石のようにカチカチでした。硬い。男性はビクッと肩をすくめ、心の中で叫びました。邪魔をするな。次に別のお姉さんのもとへ行きました。けれど邪気が瓶の蓋を開けようとすると、そのお姉さんは不機嫌そうな顔で心の中で叫びました。何よ、怪しいわ。怒ったり怖がったり、人間がそう思うたびに心の瓶の蓋はぎゅーぎゅーっとどんどん硬くなっていきました。それでも邪気は諦めません。大丈夫だよ。僕は大切なものを届けに来たんだ。だから僕を信じて。邪気は人から人へとふわふわ飛び回ります。けれど誰一人として心の瓶の蓋を開けさせてはくれませんでした。やがて邪気は力を使い果たし、ヘトヘトになってしまいます。どうしてなんだ。僕はただみんなにプレマの愛を届けたいだけなのに。そしてついに邪気は初めて怒り出してしまいます。なんなんだこの人間たちは。せっかくの僕の素敵な仕事を邪魔するなんてひどすぎる。邪気のキラキラした嬉しい気持ちはいつの間にか真っ黒い怒りの気持ちに変わってしまいました。
怒りの邪気は冷たい目で人間たちを見つめます。すると固く閉じられた心の瓶にほんの小さな隙間が生まれました。そんなにプレマの光がいらないなら、僕が代わりにこの力をもらっちゃうもん。邪気はその隙間から人間の生きる力をシューッと少しだけ抜き取りました。これが邪気の初めてのいたずらでした。邪気が吸い取った生きる力は黒い心の杖となって少年の手の中で形となりました。こうして生まれた心の杖は人間の胸の奥にそっと力を呼び起こす不思議な力を持っていました。邪気はそっと少年にささやきます。君は力を手に入れた。この心の杖さえあれば、もう心の瓶の蓋なんて開けなくても大丈夫さ。少年は胸の奥に力が湧き上がるのを感じると、杖を振りかざしてこう言いました。僕は強い。でもこのみなぎる力は長続きしません。なぜならそれは邪気が仕掛けた巧妙な罠だったからです。邪気はあふれる力を与えるふりをして少年の胸の奥深くからシューシューとさらに多くの生きる力を吸い続けました。やがて少年の心の瓶はスカスカになり、力を失ったことに気づくとがっくりと肩を落としました。こりゃあいいや。僕が何もしなくても人間たちは勝手に生きる力を奪い合ってくれる。こうして邪気は次々と人間たちに心の杖を渡し、吸い取った力によって黒い巨大な雲のように成長していきました。そしていつしか邪気はプレマの光から遠く離れ、大きな負のエネルギーの源となってしまったのです。心の杖を手にした人々はその一瞬の力強さに魅了され、やがて自分の心の瓶の存在を忘れていきました。しかしその杖は脆く、少し心が揺れるだけでパキリと折れ、杖の支えがなくなると人々の胸の奥にはぽっかりと大きな穴だけが残りました。やがて人々は生きる力を使い果たし、立ち上がることさえ困難になっていきました。その心の空虚さに耐えられなくなった人々は、やがて自分の力では立てないと思い込むようになり、心の支えを外側へと求め始めます。大丈夫。お金も肩書きも世間の評価も君を支えてくれるさ。人々は表面的な安心にすがりつき、さらなる支えを求めてさまよい続けました。こうして邪気の思惑通り、負の連鎖は止まることなく続き、邪気は人々の心の隙間から生きる力を奪い続け、世界中にその勢力を広げていきました。これでいいんだ。僕の力こそが正義なんだ。邪気の歪んだ仕事は順調に進んでいるかのように見えました。しかし、もともとプレマを助けるために生まれた邪気の心は、なぜか少しも喜びを感じられません。ある日、邪気は人間の町を離れ、静かな森の奥にたどり着きました。そこで一人のおじいさんと出会います。おじいさんの心の瓶はなんとまるで蓋がないかのように大きく開いていました。その心の瓶からは太陽のように明るいプレマの光がキラキラとあふれ出ていました。邪気はその眩しい光を目にした瞬間、ふとずっと遠くに置き忘れていた大事な役目を思い出します。そうだ、僕はみんなにこの光を届けるお手伝いをするために生まれてきたんだ。邪気はおじいさんに尋ねました。
ねえ、おじいさんはどうして他の人間と違うの？おじいさんは静かに微笑みながら語り始めました。わしにも昔は心の蓋がぎゅーっと固く閉まっておった時期があったんじゃ。若い頃のわしはいつも不安でいっぱいでな。誰かに認めてもらえなければ自分には価値がないと思い込んでおった。それでわしはお金や名声、手に入れれば幸せになれると思うものを追い続けた。成功したこともあったが、どれだけ手に入れても心の穴は広がるばかりじゃった。そんなある晩、わしはついに力尽きて森の外れで倒れてしまったんじゃ。息をするのも苦しくて、もう立てんと諦めかけたその時、胸の奥で小さな光がふと瞬くのを感じたんじゃ。それはとても小さくて弱い光じゃった。じゃが確かにわしの中で灯っておったんじゃ。その光がこうささやいたように聞こえたんじゃ。ここにいるよ、ずっとあなたの中にいたよとな。その瞬間わしは気づいたんじゃ。ずっと外に探し求めていたものは初めから心の奥にあったのだとな。それからわしはその小さな光を大切に育て続けた。何度見失ってもその度に確かめながらな。するとある朝、不思議なことにずっと固く閉まっていた心の瓶の蓋がふと軽くなっていたんじゃ。それは力ずくじゃない。ただわしが自分を信じてみようとそっと思えたその瞬間に自然と開いたのじゃよ。蓋が自然に開く？おじいさんみたいに僕が人間の心の瓶の蓋を開けるにはどうすればいいの？邪気やプレマの光は誰かを叩いたり人から奪った力で自分を支えるような杖ではない。それは自分自身を支える強い心の柱なんじゃよ。これから君に大切なことを教えよう。わしのお手伝いをしておくれ。そして邪気はおじいさんと一緒に再び人間の町へと戻りました。邪気よ、これからわしがすることをよく見てておくれ。おじいさんが穏やかに微笑みながら人々にそっと近づくと、次々と心の瓶の蓋がゆっくりと開き始めました。どうしてだ？何が起きているんだ？おじいさんは邪気の背中にそっと手を置き、優しく語りかけました。邪気や、心の瓶の蓋は無理に開けてはならない。それは内側の強さで開くものなんじゃ。わしらにできることはそっと優しく寄り添ってあげることだけじゃ。そうすれば人々は自分の力で蓋を開ける勇気を持つじゃろう。胸の奥に灯るその人だけの光を思い出させること、それがお前の役目じゃよ。そうか、僕の役目はただ心の瓶の蓋を開けることじゃない。みんなが自分の内なる力で蓋を開けられるように導いてあげることなんだ。邪気はプレマのもとへ戻り、再びその光を浴びました。そして人々をそっと導き、勇気を与える優しさを届け始めました。するとさまよい続けていた人々の心に再び生き生きとした力が満ち溢れていきました。やった、みんなが笑顔になった。ありがとう邪気。あなたのおかげでみんなに愛を届けることができた。そんな二人の姿を見て、地球は深い安らぎの声でこうささやきました。心の瓶の蓋が開くたびに、邪気とプレマの愛の光は必ずその胸に届くでしょう。
そしてこの星に生きるすべての生命は愛の光の中で永遠に輝き続けるのです。終わり。